こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は特に何事もなく、ダイヤ装備を整えるため早速地下にやってきました。サクサクダイヤ集めて地上探索始めたいところです。なんだかつつがなく平穏な序盤ね。せめてハードコアにしたらよかったのに。無理です。さて、ブランチマイニング再開です。風車型の角っこでは相変わらずゾンビ声が聞こえていて、ほぼスポナーがあること確信してます。ですが多分経験値トラップは使いません。モブを溜めすぎるとパソコンがやばいものね。それもありますが、どうもマッチプレイになるのが性に合わないんです。さて7周目を掘ってきましたが、1周だけで結構丸石などが溜まってしまいます。あと数周もすればインベントリが1周もたなくなるのが今の悩みどころで、エンダーチェスト入手も急務です。ということはシルクタッチも、早めに手に入るかは運次第よね。ダメならジエンドとネザー要塞攻略を前倒しして、エンダーアイを大量に集めておくしかないですね。鉄を精錬したところで、実績がまた一つプレイに近づきました。次の実績はいよいよダイヤ入手です。まだずれているのね。そして無事にダイヤ入手しました。次がネザーやエンチャント大実績なので、実績の左下方面はやっとプレイに追いつきました。5分後さらにもう一つダイヤ鉱脈見つけ。剣とダイヤ防具3点まで揃いました。ここまで来ればクリーパーの不意打ち至近距離爆破にも耐えられます。つまり、スケルトンの援護射撃が必要なのね。さて、8周目終わって地下拠点に戻ってきました。ちょっとレールの配置変えた方が良さそうです。まあそれはともかく、まだツルハシとエンチャント大分のダイヤがないですが、もう地上探索してしまおうかと思います。随分と気が早いわね。砂漠が地平線まで広がっていたので、ダイヤは砂漠の神殿で集められるかもしれません。さて、アイテム整理を終わらせて地上に舞い戻ってきました。まだベッドがないので羊探しを優先し、それから地図作りつつ本棚の材料集めします。ついでに原木採取を。そういえばピラミッドですが、最下層付近の建築材はまず、木材と木材のハーフブロックから積んでいこうと思ってます。木材なら必要ブロック数集めるのに、それほど道具を消耗しないものね。エンチャント揃えにくい序盤から集められるのがいい感じです。さて本棚作るためには革も必要ですが、ここでようやく実績がプレイに追いつきました。一応馬系も革ドロップするらしいですが私にはできません。で、遠出始めて4分のち、少しやばいです。なんかもう周囲が砂漠ばかりで羊が見当たらないのに夜まで時間がありません。装備は整ってるじゃないの。エンチャントなしの装備じゃゴリ押しできないじゃないですか。お、サバンナ。あ、村もあります。よし。何がよしなの？もちろん黒い羊毛です。ここまで来ると、もう夜雲と戦って糸からベッド作ることを考えねばなりません。でもこの羊毛一つあればだいぶ楽になります。羊毛取っちゃったということは、保護する村がこの村で決定してしまったわよね。取引や立地条件を吟味しなくてよかったの？鍛冶屋の家が建っていたので多分鍛冶屋はいるはずです。私の主要取引の石炭と鉄は大丈夫でしょう。あと立地条件ですが、今の描画距離は10チャンクなので、ほぼ地平線がピラミッド建築範囲なんです。雲を突き抜ける突然変異のサバンナ大地が見当たりませんでした。ともかく、また一つ実績解除です。なんでか羊は相変わらず見当たりません。で、こんな時に雨まで降ってきました。モブの音が聞こえづらくますますミスが怖いです。なんかプレイが生き生きしてるわね。空前の灯火かしら。囲まれた時が苦手で、一方だけからモブが来るのなら大丈夫です。
さて羊毛2つ分の雲の糸が集まったので、囲まれないうちに避難してしまいます。そして清々しい朝を迎えました。心地よいモブの声にほっと一息です。で、村に戻ってきました。地図もないのによく戻ってこれたわね。リスポーン地点からずっとほぼまっすぐ駆け抜けていたので、コンパス頼りに戻ればそこに村があるわけです。さて、村の命名どうしましょうか。黒い羊毛をもらえたので、黒の村でいいでしょうか。黒といえば、この村いずれピラミッドで覆われて闇に飲まれるのよね。なら闇の村ということで、ピラミッド完成が前提でとても縁起の良い名前です。さて、まずは村を保護する前報酬をいただきます。もう黒の羊毛もらってたじゃないの。あれはそのうち直しておきます。まああまりがめついのも良くないですし、このままにしておきます。さて、村の全貌ですが、まずまずいい感じです。規模も建物の種類もまずまず、砂岩の家より木の家の方が好みです。サバンナと砂漠の境目で少し珍しめもあるわね。さて気になる取引ですが、買取最高値にあと一歩の石炭17じゃないですか。ありがたい。司書一人目は、ダメージ増加2。微妙エンチャントです。で、こちらはどちらの火事？道具火事ですね。水中採掘か。どうもエンチャントの取引品目はいまいちのようね。他の村探して村人連れてくる？まだ見てる取引は初回のものだけですし、まず今の村人たちとじっくり付き合ってみます。さてひとまずおさらば、というか地図の準備です。各地点の配置を確認しないとなりません。コンパス頼りにリスポーン地点に戻ってきました。できれば闇の村が同じ地図内にあればいいのですが、ダメっぽいです。村は確かここから東南東です。さて荷物整理が終わったし、軽く地図を埋めにかかります。キノコか。一瞬レッドストーンに見えて混乱しました。さて、砂漠が広大すぎてちょっと辛くなってきたところで、珍しいものを見つけました。何気なく覗き込んだら、なんと地上露出の水没スポナーです。どうなっているのかしら。調べてみます。とりあえず、水が被ってないところからスポナーを掘り出したのですが、何のスポナーなのか見えません。で、ちょうどサトウキビいっぱい持っていたので、水中に植えて接近してみます。結構水流で流されます。ということはやっぱり水源があるのはてっぺん付近だけのようです。ここまで近づいても何のスポナーなんだか。見えそうで見えないわね。まあいいか。ぼちぼちお宝頂戴しましょうかってわ。そっかサトウキビでは水中から掘れないのか。そろそろ水抜いた方が良さそうね。さて水抜きですが、水源は一番上だけだったようであっさり終わりました。水が引いてしまえばただのスポナーです。ちょっともったいない気もするわね。結局スポナーの正体はゾンビでした。普段なら即破壊してましたが一応取っておきます。地下深くより地上の方がもしトラップ作るなら扱いやすいんですよね。天日干しできて安全というだけでしょ。お宝は一つだけだったようです。中身は、何気に火薬はありがたいかも。TNT は集めにくいものね。多分鬼門の一つです。さて、地図の中央からやや下に村を見つけました。この村からはもう接種できないので、引っ越し候補の村人だけ確認します。効率強化3。4なら引っ越しほぼ確定だったんですが。水の村ね。イカも泳いでて、この村の方が清々しい感じだけど。泣き言は言いません。近くにいてくれなかった羊のせいです。射撃ダメージはいりません。さてリスポーン地点付近に戻ってきました。
前回見つけた砂漠の神殿を攻略してしまいます。結果としてダイヤは4つありましたが、全アイテム回収しきれませんでした。エンダーチェスト持ち歩き慣れしすぎてるでしょ。まあまた今度回収します。さて、闇の村にようやく着きました。結局最初の地図の1枚南で、場所はリスポーン地点から東南東に800メートル、という感じです。子供？あれ？大人？一段下にいただけよ。うわぁ石炭買い取りが最安値です。さて、ピラミッドを建てる場所はこの井戸中心ですが、実はピラミッドの建設する座標はまだ決めていません。あら、岩盤から建てるんじゃなかったの？それやると60万ブロック以上掘らないとなりません。さすがに厳しいです。で、ピラミッドの最下層を井戸の高さに合わせるか、海面に合わせるかの2つで迷ってて、村の立地条件を見て決めようと思ってたのですが、まずは縮尺の大きい地図を作って並べてみてみます。さて、地図埋めてきました。鉄が足りずに9枚は作れなかったので、手始めに4枚並べてみました。でっかくて画面への収まりが悪いです。さてピラミッドは一辺328メートルなので、このくらいの大きさになります。9枚並べたら収まるわね。井戸がいい位置でよかったわね。ほんとよかったです。しかし、もう少し縮尺の小さい地図がないと見づらいです。というわけで、今の2段階拡張した地図を作成してます。ておー。さてまた地図埋めてきました。短い距離でも埋めるの結構大変です。で、ピラミッドの方はというと、こんな感じです。あらちっちゃく見えるわね。さてピラミッドの最下層の高さですが、一番端が海に含まれているようなので、海面の高さに合わせようと思います。まあでも画面上の計算では誤差があるかもしれないので、実際に距離測ってブロック置いてみてから、ということで、こちらは一段下に直します。さて、今回はこんなところですが、ここで一つの事件がありました。プレイ中の私はまだ気づいていません。こんなあからさまに歩いているのに。そんなことより額から地図を受け取る軌道を研究中です。さて、額から地図を受け取る軌道の研究が進んでいたところです。なんか足音騒がしいなと思ったらマジでです。あら、さっきの燃えてた大人ゾンビは？収録データ見直してもあれが最後の出番だったようです。それにしても昼間にまさかゾンビが出てくるとは。一応怪しい周囲は湧き潰ししておいたのですが。というわけで今回はここまで。次回はダイヤの道具作って森林伐採、最下層の建築に着手できればという感じです。果たして村人この先生き残るのかしらね。それではまたね。バイバイ。